アメリカでの活動資金を援助してもらえるかもって話。へえ、いきなりすごい話が来たね。やったじゃん。これでラッシュビーツに出られるかもってことだろ。でも援助って一体誰が？そう簡単に出せる金額ではないし、確かに気になるな。ああ、だよね。ごめん、ちゃんと最初から説明するよ。ちょっと前に父さんに電話で相談してみたんだよね。すっごい賞金がもらえるような音楽イベントとかないって。相談の仕方が雑すぎんだろ。もう細かいことはいいの。どうしても難しかったら父さんとタイガおじさんが費用を出してくれるって話も出たんだ。でもやっぱりギリギリまで自分たちで頑張りたいって言ったら、それなら心当たりを紹介するって。心当たり？タイガおじさんとか業界の人にいろいろ聞いてくれるのかなって思ってたんだけど、今日このメッセージが送られてきたんだ。お前たちのチームに興味を持ってるレーベルがある。俺とタイガが契約してるレーベルの系列でナンバーナインレコードってとこなんだが、社長がお前たちの歌を気に入っていたな。ナンバーナインレコード、聞いたことがあるような。アメリカのレーベルなんだけど、契約してるアーティストがみんな個性的で面白いんだよね。ストリートミュージックが中心で、私たちと似た方向性のチームもいるし。世界で活動すると決めた時、海外のレーベルと組むことも視野に入れていくつか候補を調べていたな。その中の一つとして名前が挙がっていたところだな。ってことはレーベルの方向性も俺たちに合ってるってことか。それに社長にはお前たちの事情を話してある。ラッシュビーツに出場するなら先行投資も兼ねて援助できるかもしれないそうだ。他にも同じような枠で候補のアーティストがいるから、契約できるかは賭けだが、その気があるなら話だけでも聞いてみたらどうだ？これは本当に？びっくりするよね。私も最初これって夢かなって思っちゃったし。ケンさんの紹介なら受けたとしてもおかしなことにはならねえはずだけど、なんでだ。アキトくん、どうしたの？今の俺たちはアメリカでの知名度は全くないんだ。いきなり先行投資とか契約の話まで出るのはこっちに都合が良すぎるっつうか。ケンさんが口を聞いてくれたにしても、なんでそこまでしてくれるのかが気になって。それ私も気になったんだけど、その社長さん、私たちの歌を聴きに来てくれたことがあるんだって。俺たちの歌を？ラッドブラストの会場にいたみたい。あのイベントに？タイガおじさんが日本で若いミュージシャンを育ててるって噂を聞いて、個人的に見に来たんだって。その後から私たちが配信してる曲なんかも聴いてくれてたみたいでさ。そうだったんだ。それなら納得だな。そうね。あの時、あの会場にいた人ならきっと感じたはずだもの。会場の熱気も、歌に込められたみんなの思いも。そうか。あのイベントで俺たちに興味を持ってくれたのか。なら
正直まだわかんねえことはいろいろあるが、できるだけ早く話を聞かねえとな。それじお金のことがなんとかなれば練習に集中できるし、すっごい助かるもんね。俺も賛成だ。私もいいと思う。オッケー。じゃあ父さんに連絡しとくね。ああ、頼んだ。結局またケンさんに借りを作っちまったが、今はなりふり構ってる場合じゃねえ。チャンスがあるなら全力で掴んでやる。よし、椅子の位置はこんなもんでいいか。これだけ机から離せば全員がカメラに映るはずだ。あずさは白石、試してみてくれるか。やってみるね。大丈夫そう。声もちゃんとマイクに入ってるし。よし、じゃあこれで一通りの準備は終わったな。そうだね。あとは約束の時間まで待つだけだけど。まさかこんなに早く社長さんと面談するなんて思ってなかったよね。ちょっと緊張してきたかも。ちゃんと英語で答えられるかな。俺も聞かれそうなとこは一応準備してきたが、それ以外のこと聞かれたら自信ねえな。大丈夫だよ。私と青柳くんもいるし。それに今日は契約条件のような難しい話はしないと言っていただろう。俺たちの人となりを伝えるなら、なるべくリラックスして普段通りに話した方がいい。そうだよね。リラックスしなきゃ。レーベルのこともちゃんと調べてきたし、きっと大丈夫。ああ、社長についても調べてみたが、表に出てる情報がほとんどなかったな。ケンさんに聞いても冷静で頭が切れるやつとしか言ってなかった。余計な先入観なしで話した方がいいってことなのかもしれねえが、この面談でこれからのことが決まるかもしれねえんだ。あれこれ考えるより集中しろ。そろそろ約束の時間だな。画面つなげるね。